五徳と信康。どうする家康に学ぶ日本史。妻は本当に夫を殺そうとしたのか。織田信長の娘五徳は一説には父親に讒言して夫の松平信康と姑の瀬名を殺害したと言われている。果たして五徳が夫の信康たちを死に導いたのは本当だろうか。五徳と信康のその後を詳しく見ていこう。五徳は織田信長の長女として生まれ、5歳の時に同い年の徳川家康の長男信康と婚約している。そして4年後に9歳になった五徳は岡崎城主の信康のもとに嫁いでいる。まだ幼い夫婦の面倒を見るために瀬名は浜松城に移り住んだ家康と離れ、岡崎城にとどまっている。このため瀬名と家康の夫婦関係が疎遠であったという説があるが、9歳同士の夫婦の面倒を母親が見るのはむしろ自然である。成長した五徳は信康との間に2人の女の子を設けている。家康は瀬名の生前中はほとんど側室を持たず、つい出来心から次女のおまんの方に男の子を産ませたが、なかなか認知はしなかった。これには家康が瀬名を恐れて側室を近づけなかったと言われることが多いが、これも不自然である。戦国時代に殿方が側室を持つことは当然で、しかも瀬名の実家の今川氏はすでに没落しており、家康が瀬名を気遣う理由は皆無であった。家康は瀬名や嫡男の信康に満足していたため、側室を近づけず子供を設けなかったと考える方が自然である。信康は17歳で長篠の戦いに出陣して活躍するなど、家康の立派な後継者に成長している。家康がおまんの方との間にできた結城秀康をなかなか認知しなかったのも、信康を跡継ぎに決定していたからだと思われる。ところが1579年天正7年、家康の命令で松平信康は21歳で自陣して果てるのである。さらに瀬名も信康が切腹する少し前に自害したとも、家康家臣に殺害されたとも言われている。この瀬名信康事件についてはさまざまな資料に記述されているが、その原因が資料によって異なるため、冤罪説や謀反説など数多くの説が唱えられてきた。一般的な定説としては、五徳が信長に12か条の訴状によって讒言したため、家康は仕方なく瀬名と信康を処刑したとする五徳悪女説、冤罪説がある。また瀬名と信康は武田方と内通したため、家康が信長の許可を得て処刑したとする謀反説が唱えられることが今までは多かった。ところが近年は武田の謀略説が支持されているが、概略次の通りである。武田信玄亡き後を継いだ武田勝頼は忍びや歩き婿を駆使して徳川方を調略した。特にターゲットにされたのがまだ若く経験の浅い岡崎城主の松平信康であった。岡崎町奉行の大岡弥四郎をはじめ数十人の信康家臣が信康と瀬名を殺害して岡崎城を乗っ取る計画を企てた。この計画は幸運にも未然に防がれたが、この事件は五徳を通じて信長の耳に入った。信長は
武田軍との勝負がほぼ決着した1579年天正7年、家康に瀬名と信康が本当に武田と内通したのかを問うた。家康は信長への弁解と徳川家存続のために瀬名と信康を犠牲にして処刑したというのが謀略説である。つまり家康は武田勝頼の謀略にはまって瀬名と信康を自ら処刑することになったというのが謀略説である。瀬名と信康は徳川家存続のために潔く自らの命を差し出した。しかし江戸時代に入って徳川家康の神君神話が広まるにつれて、家康が瀬名と信康を犠牲にしたとは言えなくなる。そのため瀬名や信康、そして後徳が悪人であったために、家康はやむを得ず泣く泣く瀬名と信康を処刑したという説が広められたというのが真実に近いように思われる。政略結婚で嫁いだ先の情報を実家に報告することは娘としては当然である。したがって後徳が信長に徳川家の内情を伝えたとしても当然で、むしろ褒めるべき行為である。後徳もまさか信康まで殺されるとは思ってもみなかったに違いない。後徳が悪女とされたのも江戸時代に入ってからのことだろう。さらに家康は後徳に対しても冷たい仕打ちをしている。織田信長が本能寺に倒れ、豊臣秀吉が亡くなると天下は家康のものとなった。後徳は最終的には京都へ移り住み、78歳で天寿を全うした。しかし家康や徳川幕府は後徳に手を差し伸べることはせず、後徳はその後どこへも嫁ぐことなく寂しく生涯を終えている。家康は瀬名が亡くなってからは15人とも言われる女性を次から次へと側室にしている。これも裏を返せば瀬名を失った寂しさを紛らわせるためだとも考えられる。関ヶ原の戦いで劣勢に追い込まれた時に家康は思わず信康が生きていればとつぶやいて側近の武将たちを驚かせたという。徳川家康は天下を手中に収めることには成功したが、そのために多くのかけがえのないものを犠牲にして失ったのである。